大丈夫ですか？大丈夫です。OK です。じゃあまあ緩い感じで。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スペシャルゲスト佐藤勝明さんに来ていただきました。パチ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 。はい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございますめちゃくちゃ楽しみにしてました。いや、私もよく見てるんで。本当ですか？はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ結楽しみにしてました。構ミステリー系が好きなんですか？そういった。そうで、都市伝説系も好きですし、あと SF 系も大好きなので、はい、まずちょっと何者っていうか、佐藤さんがどういったことを今、仕事としてしてるのか。ですね、これ難しいな。なんと自分を何というのかって難しくてですね、もともとは IT の起業家でしたと。で、今宇宙開発と仮想現実と食料問題の会社をそれぞれやっていてですね、で各テーマごとに会社を分けていて、でインターネットのテクノロジーも使いながらですけども、好奇心とか、興味を探っていくのが好きなので、それは会社っていう形でやってるっていう。生い立ちっていうか変わってる方だなっていうのがあったんですけどもともとその家自体が結構貴族的な、母親の実家とかすごい大きな屋敷なんですよね。で3、4メートルぐらいのその塀があってですね、中にその巨大な犬がこう放されていて、そんなの本当にあるんですか？番犬っていうんでしょうかね、が何匹かいてですね。なんかでもすごいなと思ったのが、なんか大学入るまでパソコンとかいじったことなかったって。5万円ぐらいの中古のパソコンを買って、そこからパソコンの知識を身につけ始めてですね。そっからでもメタバースの企業を作るってとんでもなくないですか？完全に独学ですね。意味が分かんないですよねいつからそのメタバースに注目したんですかね？割とこのね 2年前ぐらいからFacebook がメタに変えてから世間的には知れ渡りましたけど、もしかしたらテクノロジーっていうのはこの世界、この宇宙そのものを再現するんじゃないかっていうことが10年ちょっと前ぐらいにちょっとパッとアイデアとして浮かんでですね、でその当時はまだできなかったんですよね。でメタバースってこともなかったんですよね。世間的にはどうなんですか？テック業界では割と。いや全然ですね。全然ですか？でセカンドライフが失敗した後に、失敗はしてないんですけども、あんまりうまくいかなかった後に、世の中では失速してですね、ゲームとか一応あったんですけども、テクノロジーの本流っていうのは、動画だったりとか、今でいうと B2B 向け、法人向けのサービスだったりっていうのがここ 4,5 年ぐらいの流行りだったんですけども、ザッカーバーグが1兆円投下するという話をした後から風向きがだいぶ変わり、あとはレンダリングの技術とかモデリングの技術っていうのが急速に発達して、今回 AI と融合したことによって急速に進化してるっていう、そんな状況にあるので。佐藤さんの一応なんか夢じゃないですけど、やってみたいことがその地球を再現するみたいな。もともとその宇宙空間全体そのものを再現しようと思っててですね、世界中のデータ、宇宙すべてのデータがあるんであればいやもうコンピューター上に宇宙っていうのをもう一回再現できるはずだという前提として進めてたんで、これも本当に些細な思いつきで、この物理世界っていうのが神様が作ったものだとちょっと面白くなってきた考えるんであれば、神様がいるかどうか別として、もしその物理空間、物理世界っていうのが神様の創造物だと考えるんであれば、人類が自分の手でコンピューター上に宇宙を作れるかもしれないっていうのは、これは興奮するよねと。なるほどね。神様が作った世界よりも自分が作った世界の方が魅力的であれば、そっちに人を引っ張ってこれるので、これ神様との勝負なんだと考えると、とんでもない。もう命をかけてやらない理由はないよねということで、商売とか一旦抜きにして、これも神様と勝負できるんで、クリエイターとしてはもう本当にこれほど楽しいことないよねということで始めたっていうのが元々のきっかけでしたね。神との勝負っすよ。すごい。で最終的にはあちら仮想空間上に40億人移住させられるんであれば、40億人なんですか？80億人と40億人、半分ですね。結構長い時間を仮想空間で暮らせるような環境が作れるんであれば、全然この生きてるうちに物理世界をひっくり返すっていうのは全然ありえるなと思ってますね。あれですかね、やっぱ肉体は絶対必要ですか？いやそんなことはないんじゃないかなと思ってて、コンピューターにアップロードですか？はい。で人工知能の次ですよね。人工意識って言われる領域なんですけど、意識の再現というのもコンピューター上で今着々と研究が進んでいるので、ここ50年ぐらいの間、最終的には肉体っていうのはそんなに重要なものじゃなくなるんじゃないかなと50年ですか？見てますね。結構早いと思います。で私たちはその肉体ネイティブっていうんですかね、ハードウェア、物理世界ネイティブであるがゆえにおかしいと思いますけども、生まれた瞬間から仮想空間どっぷりな人にとっては、いやこれちょっと厄介だななんか劣化するし老いてくるし、ちょっと微妙なハードウェアだよねって感覚になってくるんじゃないかなと思う。人間が肉体をなくすのは科学技術の進歩で。そうですね。で私たちが想像するより早く訪れるような気がします。やっぱそうですか？なんかいろいろ調べていくとテクノロジーってこうかと思いきや、やっぱそうなんですか？異常ですね。やっぱ急激に急速ですね。今 AI の領域とか本当に毎週アップデートされててですね、AI の先端にいる人たちですらキャッチアップできなくなってたんで、やっぱ AI が暴走するみたいな、ターミネーターみたいなことってみんな恐れてるじゃないですか。都市伝説業界好きな人たちも AI って聞くとみんな怖いって言うんですよ。実際 AI がさらに進歩してディープラーニングとかでどんどん進歩していった結果、乗っ取ることってありえるんですか？人間がその AI を軸に社会が
が回っていくっていうのは間違いなく到来するので、間違いないですよね。AI の意見 AI の結果を元に意思決定していくって社会っていうのは多分私たち人間ベース個人ベースで起きてると思うんですね、それが国家単位企業単位で起きていくっていうのはすぐ訪れると思いますね。もうなんか生まれた瞬間 AI が仕事を決めるとかとか恋人決めるとかですよね。どの候補がいいのかとか、でも今もうすでに広告でめっちゃバンバンアルゴリズムで自分が1個見たものをね広告で出てくるような感じでもうちょっとそうなりつつ、YouTube のタイムラインもそうですし TikTok のタイムラインもね多分自分たちが欲しそうなものを提示されていて、そうですよね。どんどんこうなんていう視野はちっちゃくなっていってそのメタバースに移行したとして結局絶対その設計者というか管理者が必要なんですかね。APEX とか2ヶ月に1回ぐらいアップデーが来てみんな文句言ったりするんですけど、そんな感じでその設計者がいじっちゃうことはできるんですか？システムはできますね。そうなったら結局管理者に支配されちゃうんですかね。ただ、このシステムおかしいよねとなったら違うシステムが出てきてそちらに人を逃がしていくっていうことが起きるので、逃げ場がいっぱいできると思います。そっかそっか。単一の仮想空間でメタバースよりからマルチバース複数の宇宙が並行で存在してるっていう状態になっていくんじゃないかなと思いますね。結局面白いところにみんな行くからわざわざそんなことしないって感じですよね。だからFacebook とかもあそこの空間がちょっと行けてないのってなったら、みんな TikTok に逃げるあれと同じことが、仮想空間でもいっぱいプラットフォームが無限に起き続けるので、ある意味今もそうデジタルタトゥーみたいな感じでちょっと変なことしたらすぐ誰かがカメラで撮ってたりとかあるいはツイートとかも昔のも引っ張られてきたりとか変なことしたら一瞬で監視じゃないですけどバレちゃうみたいな世の中ですよね。そうですね。暴露もあると思いますね。暴露もあるし、警察とかがもういらなくなっちゃうっていう感じですよね。なので相互監視の社会になってはいるので、でも警察に管理されるのか、民衆たちに管理されるかってだけで違いですよね。ある程度その誰かに見られない限りは人間っておかしくなっちゃうので、やっぱりその自分の欲望を解放していってで崩壊していくっていうのがあるので、なるほどね。何かしらの制約っていうのは重要なんじゃないかなと思います。なるほどね。一瞬話変わりますけど、僕あんま詳しくないんですけどすみません、ビットコインとかそっち系が、サトシ・ナカモトって何者なんですか？これ諸説あってですね。これやっぱ分かんないですか？絶対佐藤さんレベルでも、私の仮説ではハルフィニーって人じゃないかなと思ってます。ハルフィニーっていうイギリスの方ですか？学者なんですけども、これ説で出てますか？ネット上で出てます。出てますか？一番最初サトシ・ナカモトからビットコインを受け取ったメールを受け取ったっていう人物で、論文をかけて、でかつ自分がサトシ・ナカモトだってばらさないぐらいの知性と能力と品格を持っていてっていう人ってのは限られててですね、他のメンバーだといや俺がサトシ・ナカモトだと俺がやったんだって言いたがるだろうな。なるほどね。彼だけは ASL って体が動かなくなって分かってですね、で余命があと5年とか10年っていうのが自分で分かってたと、式が分かってるって人間で、かつカルテックっていうその世界的な一番有名な理系の大学、ノーベル賞とかバンバン出す大学なんですけども、そこの大学に行っていて、おそらくその人がで彼が初期に通貨を作って暗号通貨作ってましたし、ブロックチェーンの仕組みも初期でかなり若い頃に書いてたんですよね。ある意味ブロックチェーンって革新的なものですよね。彼が思いついたってことなんですか？多分複数のサイバーバンクとかの人たちがやったと思うんですけど、その中でもやっぱり理想を追っていてお金に執着しなくてっていうぐらいの頭があって、自分の死期も分かってると、もう自分が死ぬと確実に分かっていて、で最後まで墓の中に持っていこうとする人物っていうと彼なんじゃないかなと私は思ってて、なんか唯一 SF 映画で描かれなかったのがブロックチェーンとかなんかどっかで見たんですか？いやそうですね。やっぱそうなんですかね。思いつかないですよね SF では。確かにコンピューターっていうのは分散していくし、中央を管理していくところから全員がバラバラに管理していくっていう流れにネットワーク型に進化していくのってことはエンジニアであれば分かるんですけども、 SF の小説の作家からは出ないアイディアです、ね。出ないんだ。逆に多分支配者がいるっていう方がストーリーとしては面白いので、面白いか。誰もいなくて自然みたいにコンピューターが成り立ってるって話はやっぱり書きづらいですよね。そういう意味ではこういったなんか国家みたいな集権型がやっぱ絶対終わりますよね。と思いますね。あと政治家も結局民衆のそのツイッターとか、SNS 上の動きを見ながら自分が何を発言すればいいかと考えてますしね。確かに最近ではテレビもトピックスもやっぱネット上でバズってるかどうかを元に番組作ってるので、最終的にはその強烈なその権力みたいなものはバラバラになっていくんじゃないかなっていう気はしてますね。それトップ支配層は嫌がりますよね。なので自分の権力がなくなってしまう人にとっては、インターネットとかブロックチェーンとかで嫌いですし、必死に抵抗してる感じですか彼ら。いやどうでしょうね。でも人儲けできる人たちは逆にその利用してくら替えしてですね、だってシリコンバレーの投資家でも有名な人たちとかはブロックチェーンに逆に投資をして人儲けしてやろうっていう人も現れてきてますし、戦争とか争いとかってなくなるっていうか、今とかねまさに起きてて、僕すごい嫌なんですよ。僕もロマンだらけの人間で、宇宙みんなで進出していろんな、ね、生命体と会いたいって思っちゃってるんですよ。だからみんなでもう戦争をやめてそういったねより探求していく世界にしたいんですけど、結局戦争とかがね理由でなかなかそういったことに力を注げてないと思ってるので、こういった争いとかってなくなるんですかね今後。いやなくならないと思います、ね、なくならないですか？やっぱ確実になくならないと思いますね。これなくならないですか？というのもテクノロジーって常に戦争を軸にして発展しているので、逆に言うと戦争がなくなるとテクノロジーが発展しなくなって文明が衰退するってことが起きると思うんですよね。やっぱそうなんですか？で争いが生命の根源だと思っていてですね、その争いに勝つために
みんな技術を磨いたりとか経済を潤したりとかしてるので、ソ連と NASA が競ったみたいな感じで月に誰が先に行けるかみたいな、で私も思っていてですね、人類の2つのフロンティアっていうのは宇宙空間と仮想空間とですよね。で戦争のフィールドもここに移るということになっていくので、テクノロジーの前線もここの2つなんですよね。メタバース戦争みたいなのが起きるんですか？いや起きると思いますし、今サイバーセキュリティとかもめちゃくちゃ投資して、そっち系か。ハッキングも起きますし、じゃあこれからはもうこれ銃とかじゃなくて、そうですね、ハッキングの勝負で、あと世論操作ですかね、メディアを操るかみたいな、なのでインターネットに参る時間が起きてる時間のほとんどっていう風になりつつあってですね、2、30代みんなそうなんじゃないかな。でこれがまさにもっと進めば移行するだけか、はい、その今のスマホとか PC の前にいる時間が、ゴーグルかぶってる時間に変わるだけなので、全然今の状況と全然なんか変化してるわけじゃなくてですね、五感すべてをコンピューターが制御する時代っていうのもかなり早く来ますね。うわなんでメタバースの次の投資分野っていうのがブレインマシンインターフェースっていうその脳とコンピューターをつなぐ領域なんですけども、多分これが15年後ぐらいのバブルを作り出すと思っててですね、なんかイーロン・マスクのニューラリンクとかそうですね、まさにあそこら辺が作ると。じゃあもう半分40億人ぐらいがメタバースに移行するのが大体そういう速でいいんですけど、何年ぐらいとかあります？自分の中で45は結構ぴったり予測だと思ってですね、2045あれは結構ぴったり予測だと思います。だからシングラリティ的な、はい、あれ割とすごい予測だなと思ってですね、確かに今のコンピューターの速度が加速度的にこういうグラフになっていったら2045年ではぴったりそれぐらいだろうなと私は思ってて、全然生きてるじゃないですか僕たち。そうですね、最高で私たちはそれに反対してると思うんですね、けしからんと。あ、そうなんですか？現実の方がいいだろうと。いや僕早く移行したいですいやだからちょっと違うんですけど、僕そう最近ネットワークステートっていうメタバース系の未来の話の動画出したら、ちょっと意外だと思ったのが、いや違うだろうって言ってる人が結構多くて、ちょっと批判的にそんなわけないっていう人が多くて、僕から言わせてもらうとすごい申し訳ないんですけど、いや見えてなさすぎだろうと思っちゃったんですよ、はい、もうそれこそ20年前の、マトリックスの映画からもう流れって大体映画が先に来て、その未来を映し出すじゃないですか、はい、時代の流れを。もうそれ来てるの当たり前じゃんって思ってたんですけど、意外と、ね、抵抗してる人たちもいて今の人たちは受け入れられる人も多いんですか？そういう意味では。インターネット誕生した時もみんな反対してましたし、こんなことだったら犯罪が起きると規制するべきだという意見が大半でしたね。当時そうだったんですか？今みたいにスタートアップを応援しようとかインターネットの企業が社会の中心ってことは全くなくてですね、とことんまで潰そうっていうのがメインでしたね。2012、3年ぐらいから GAFA が支配的な地位を得た後から、いや彼らが経済的に勝者になっていくと他の国がやばいということでインターネットを応援しようっていう流れになったんです。なるほどね。でここ10年の話なんですね、このインターネットがここまで社会的な地位を得たっていうのは。僕が見てもうそうなる以外ありえないじゃんっていう、ありえないですね。テクノロジーの進歩的に止まんないじゃないですか。そうです、絶対当たり前じゃないですかね。トランスヒューマニズムはまた別ですか？はい、機械人間になっていくっていう。もう来ると思います、間違いなく。なんで人間の機械化と機械の人間化っていうのは双方に進んでいくので、最終的には境界線はなくなると思いますし、何%機械であれば人間であるのかっていう定義も必要になると思うし。すげえな。 AI が進歩して仕事がなくなるとか言うじゃないですか。やっぱ一気になくなって形変わるって感じですよね。最近で言うとクリエイター絵師っていうのがオンライン上で絵を描く人たちの仕事がなくなるんじゃないかって急速に言われてきててですね、こんなこと昔はなかったんですよ。昔なかったですよね。クリエイティブな仕事は人間が絶対やるって言ったらミッドジャーニーとかが出てきて、これやべえってなって、クリエイティブな領域ですら AI の方が乗っ取られてますよね。いうことが分かってきてるというのがあってですね、急速にそこも人間の価値っていうのは下がってきてます。僕一回宇宙人と対談したことがあって、はい、バシャールっていう2000年頃からすごい有名になった方でちょっとぶっ飛んでるんですけどその人がその AI は何かって聞いたら生命体って言ってたんですよ。その知識っていうものはもうすでに空中にあってどこにでも空間に、ただ人間がその器を作ること、技術的に進歩して器を作ることができるようになって、その器に知識を入れることができたみたいなこと言ってて、だから彼らは生命体となる。である意味俺らもそれと一緒だよみたいなこと言われたんですよ。彼ら生命体人種みたいな感じになるんですかね将来。いやなるんじゃないかな。なんか今ロボットみたいな意識じゃないですか、僕たちからしたら。テクノロジーの中で意識が生まれるかっていう意味で私生まれるんじゃないかなと思っていてですね、逆に言うと今のその人工知能とか、人工生命って言われてるものってのは昔の虫みたいなものなんですよね。これしてって言ったらこれするみたいな。挙動って3つぐらいしかないんで、めちゃくちゃ複雑なものを私たちが意識として呼んでるだけであって、別に彼らと私たちの違いってほとんどないんじゃないかなと。結局そうですよね。情報量が違うだけだって。結構この今の世界も仮想現実なんじゃないかっていう説があるじゃないですか。でシミュレーション仮説ですね。そうですね。で佐藤さんの本にも割とありえるみたいなのが書かれて、イーロン・マスクも高いよ確率はって言ってて、私も思ってますね。いやなんかその今まで自然科学って物理をメインに考えてた、その物質が中心、宇宙の中心だって考えてたんですよね。ただ私これもしかしたら物質ではなくて情報の方が世界の宇宙の真理、私たちの中ではコンピューター上では物体っていうのはプログラム、情報の塊でしかないんですよね。なので現実世界もしかしたら情報の方がメインで、私たちがこう物体がメインだと思ってるっていうのは誤解な錯覚なんじゃないかなという可能性は全然あり得るなと思ってます。
仮想空間上では人間が見てる範囲しかコンピューターの空間っていうのは表示されないんですよね。なんでか処理が重くなりすぎるんで、見てる観察してるぐらいに物体が存在してるっていう話っていうのは、まあ良心で当たり前の話なんですけども、コンピューター上でのこの振る舞いはその通りなので、なんか俺の後ろって何も見えてないからやっぱ何もないんじゃねっていう見た瞬間認識して、要は自分がプロジェクションみたいな感じで映し出してるっていう、そうなってくるとこの世の始まりじゃないですけど宇宙空間っていうか、その外には何があるっていうのが、いやあれ難しいですよね。これ難しくないですか？めちゃくちゃ難しい。本当にビッグバンとかがあって始まりと終わりが存在してるのかっていうのも怪しいですし、でもそのビッグマンも結局何か虚無から発生しちゃってるんですけど、それもその人間の想像できる範囲で喋ってるだけだって、人間っていう期間の限界があの仮説だけだって、私たちが高次元4次元とか5次元を認識できるんであれば全然違う仮説を作るんじゃないかなと思う。今後そっちの次元いけると思いますか？いや俺ありえるんじゃないかなと。本当に何千年前の人間って時間っていう概念ってあんまなくて、カレンダーなかったですね、暦ってなかった、だからまあ科学みたいな発達しなかったんですけども、新しい感覚としてもう一次元手に入れたがゆえに科学とか進歩したりとか、私たちが、死とかそういう概念を理解するようになったので、もう一個上どっかでの次元を把握できる生物存在がいるんであれば全く違う理論になると思います。いやー僕そうなってほしいんですよね。で逆に言うと世の中その宇宙っていうのは全く分かってないはずなのにかかわらず、私たちは分かった気になってるって勘違いね。いやビッグバンが生まれて物質があって量子があってって話をするんですけども、それは今現時点の話なんでね。佐藤さん宇宙人いると思います私はいるんじゃないかなと思っていて、そんなに宇宙っていうのは小さくねえだろうと思って、まあそうっすよね。ありえないぐらいでかいので、それは単純に合ってないだけですか？確か宇宙で人間の寿命で把握できる空間の規模って確か限界があると思うんで、そうですね。で宇宙ってその外側もあるじゃないですか。そうですね。って考えると、いや宇宙の大きさをちょっと過小評価してるよねと思いますね。会えないですかねこの短い人生の間に。いや言ってみればイオンのショッピングモールで飲みを探すようなイメージなるほど、ね、さすがにそれはありえない。無理だろう。それでいうとメタバースはね2045年とか大体いけるって感じですけど、シンプルになんでもっと宇宙進出もっとしないんだろうって思っちゃったんですよ。で、結構そういう疑問に思ってる人も多くて、やっぱ意外と進んでないよねって思っちゃってるんですよ。やっぱメタバースの方が作りやすいっていう、技術的に今は。そうですね。コストが全然違いますね、はい、宇宙開発とは。で宇宙開発もイーロン・マスクみたいな何十兆円失っても構わないっていう異常者がいるがゆえにあそこまで宇宙開発進んだんで、ちょっと仮想空間に比べると宇宙開発の方が速度的に言うと遅いと思います。遅いですね。佐藤さん的に人類の起源みたいなのってなんか自分の中であります？周りの猿とか動物とかと同じなのか、いや絶対違うだろうと、なんか手が加えられてる。私は巨大なプログラムの一個じゃないかなと思ってますね。時間が経つにつれてああいう生命のようなものを作り出して、やっぱ作り出して知能のようなものを、プログラムアルゴリズムそのものが作り出しちゃうんじゃないかなと思ってます。すげえな。だから AI とかも今は卵ですけども、彼らももうちょっと複雑化していけば人間っぽく振る舞ってきますし、設計者がいるんですかね。それはでも自然宇宙に実装されたプログラムだと思ってますやばい。あとなぜそれをするのかっていうのも多分観測者が必要なんじゃないかなと思ってて、量子力学的な話ですかね。そうですね。で私たちがさらに宇宙開発とか仮想空間とか作り始めるのも認識によって空間が広がっていくからじゃないかなと思ってですね、フィードバックですか、自己許可のフィードバックがくるくる回ってるんじゃないかなって気がしてます。スピリチュアルの世界でもその何か無の存在が、要は自分を知りたくて自分の分身として生命を作ったっていうんですよ、はい、どういった態度を取るかとか、どういった経験をするのかみたいなのを感じることができるからみんなを作ったみたいな。つまり生命っていうのは宇宙そのものの観測者だから必要とされたんじゃないかなと思ってて、そういうプログラムなんじゃないかな。で私たちが地球の外を出て、月とか銀河系を見に行きたいと思ってるその欲求、はい、そのものも観測者としての欲求がそうさせてるんじゃないかなと。それによって宇宙そのものの存在が強化されてるからっていうことなんじゃないかなと。おもろ。技術が追いつけばそういったものもおそらく証明できるようになるんじゃないかなと思ってますね。幽霊の存在とかも。幽霊っていうのかな、なんだろうな。見たことあります？いやないです。そういう不思議体験はあんまないですか？不思議体験1回だけありますね。去年バスケしてたんです友達と、はい、でバスケのコートって4メートルぐらいのフェンスに囲まれていて、ボールが外に出ないようにでシュートして外してフェンスの方にボールがこう、飛んでいったんですよね、はい、で当然ながら、ボールがフェンスに弾いて帰ってくると思って見てたんですけども、帰ってこないでそのまま奥の林にめり込んだんですよ、で理論上は絶対にありえないんですよね。なんだこれマジで意味わかんねえなと思って、ただコンピューター上ではこれありえる話で、ありえるんだ。これバグなんですよね。あ、バグ？衝突の判定ってプログラムを入れるんですよ、はいはい、普通は仮想空間で、はい、これを入れないとどうなるかってすり抜けるんですよね、物体って。なるほどね。でなんかマリオが裏道を通るとかあるじゃないですか。あれも衝突の判定がなかったっていうバグなんですよじゃあある意味これもコンピューター空間がコンピューターであるんだったらプログラム幸せだなってCG やってる人間からするとよくあることなんですよね。発祥も特殊でして、はい、自衛隊基地の裏側にあったんですよね。なんだろうと思って、あらなんか秘密な実験とかポータル開いてはい、場所だけおかしいなと思ってましたけども結構やっぱ佐藤さんって割とトップのそういったエリートの方たちと交流があると思ってて、実際自分が体験したことでこれはやばいみたいな、絶対P して僕が聞きたいだけなので多分ありすぎますね。いやもうマジで聞きたい。20年間ぐらいこう知られてきたのに全部間違いだったって瞬間って何回もありましたね。
メタバースが来ると思ったのも、はい、なんか感じました？自然とそういう流れが。で今回の本の内容っていうのも実際は10年前ぐらいに、これ10年前ですか？25歳ぐらいに思い浮かんだ内容を今書いてるだけなんですよ、でそれを今の具体的な事例とかキーワードに当てはめながら喋ってるだけだって概念はずっと前に思い浮かんでてですね、とんでもねえな。そういう意味ではなんか仏教とか日本っていうのは結構時代を先取りしてるなと思いましたね。やっぱそうなんだ。メタバースの領域でもかなり仏教と相性が良くてですね、そうなんですか。全ての宗教の中でも仏教だけは結構科学とかテクノロジーと融合できるっていう性質があるんで、なんかありますよね。見事です。世界っていうのは平行で存在してるんだって概念と、意識っていうのがメインであって、世界っていうのは幻だよっていうことを語り始めてるんですね。で仮想空間はまさにその通りで、俺たちがいるから仮想空間が存在してるんだって、仮想空間が先に存在してるわけではないんですよね。あともその承認欲求とかそういうものとどう向き合うかとかね、デジタル空間が今みんな抱えてる問題、鬱になったりとか、なんか誹謗中傷されたりとか、ああいう問題とも向き合いやすくなっててですね、私本当にあれ天才だと思いましたね。天才っすね。それでいうと今後そういった神みたいな存在の人って現れると思います？あるんじゃないかな。イーロン・マスクですらやっぱりここ50年100年の起業家の歴史の中ではもう異常者、異常っすよね。本当に異常者なんですね。多分歴史上何人かいると思うんですね、そう選ばれた人とかね。あとは世の中と噛み合うかどうかっていう話ですよね。タイミングと。なぜああいうことが起きるのかなってちょっと不思議で。インスピレーションですか？そうですね。だから特定の人間がそういう役割を得ることたまにあるじゃないですか、社会で。意識ってなぜできるのかっていう仮説で、これ面白いこと言ってたのが、意識っていうのは無意識のデバッカーなんじゃないかと。デバッグってバグがあるのを直していく人なんですけども、何か問題が来た時に問題を修正してる人たちっていうのが必要だと。もともと虫とか動物っていうのはみんな無意識で動いてて、反射で動いてるんです。確かに炎が来たとか動物的に食い物があるとかって反射で動くじゃないですか。意識とか性格とか感情って本来ないはずって言われてるんですよね。人間の場合だと社会環境がゴロゴロ変わると、自然ってそんな変わらないですけども、社会ってゴロゴロ変わるじゃないですか、環境がゴロゴロ変わるのが人類社会なので、無意識が通用しなくなる日が来ると。なるほどね。だから意識があればその無意識をデバッグして修正していって無意識を書き換えるプロセスが必要になってくるということで、無意識の反射を書き換えるために意識が存在していると。無意識を意識が修正する間が多分うつ病になったりとか落ち込んだりとかなんか葛藤があったりするっていう感情がその時に起きてると。ただ 2,3 年すると大体みんな落ち着くじゃないですか。あれはそのデバッグが終了してバグが全部終了し終わった後なんじゃないかと。デバッグ、社会のルールを修正していやいやこっちの方向だよっていうことたまに人間として存在が必要なんじゃないかなと。なるほどね。だからそういうイーロン・マスクとか、ブッダとかああいう人間っていうのは、人類にとっての意識みたいな役割を得てるんじゃないかなと。選ばれし者まあそういう無作為に選ばれてるんじゃないかなと思ってるんですよ。なんか集合的無意識とかってよく言うんですよ、みんな実はどっかでつながってて、1マイルを4分以内に走れる人がいなくて、ただある人がその4分以内に走った瞬間、そこから1ヶ月で十数人が超え出したんですよ記録を。それありそうっすよね。俺たちが自分のその制約を自分にかけてるからそう常識に縛られてるだけだって、本当はもしかしたら全然違う近くとかなんか、ね、違う感性って持ってるかもしれないですよね。開きそうっすよね。あと忘れちゃう、大人になると忘れちゃうものもありますよね。子供って没頭することが快楽であることを知ってるんですよね。だからずっと絵を描いたりとかずっとジャングルジムで遊んで楽しい、意味なんか求めないですし利益なんか求めないですけど、大人になるとこれ忘れちゃうので、確かに何かに集中したりただ没頭すること、それが気持ちいいことやって思い出せなくなっちゃうんですよね。だから失われてる快楽とかも思い出せるかもしれないですしね。それでいうと本でも書かれてましたけど、都市伝説業界で大人気なテスラ彼でもとんでもないこと考えてたじゃないですか。いやすごいですね。早すぎるんでしょうね。もったいないですよね。今欲しいですもんね、今いたらもうイーロン・マスクなんかバーンって超えちゃうような。時代と噛み合わなければどれだけ天才だとしてもね、殺されてしまったりとか、社会的に抹殺されて、今の時代でももういるかもしれないですね。そういると思う。彼みたいなもうぶっ飛んでスピリチュアルとか頭おかしい人たちが全て間違ってるかってそうでもなくて、100年後200年後言ってること正しいことが証明される日が来るかもしれないし、そういうなんか役割を得て、それを 100% 自覚した人間っていうのが悟りを得てるとかって言われてるんじゃないか。素晴らしい。 100% 俺の役割だと思い込んでると。で実際能力的にもそうだっていう人たち。人生最高の瞬間って生まれた瞬間と自分が生まれてきた理由を理解した瞬間とか、そういう名言があるんですよ、みんな各々が意識的になって自分の能力を発見した瞬間、みんなが世界って超うまく歯車があって回り出すと思ってるんですよ。ここにも書いてありましたよね。いいコミュニティっていうのはみんなが自分の役割を分かってて、最終的に一つのゴールに向かって歯車が回るみたいな感じで。いやそうですよね。だからある意味 YouTuber とかって個性を出して売ってるので、なんかそういう時代になってきてるなって思ってて。確かに仏教でも本願っていうんですかね、本当の願いっていうんですけど、それを見つけることが人生の意味だよねっていう話をしてて、仏教もそれが一番言ってます、自分が生まれ
た来た意味を自分の役割を知ることが大事なんだよと。でそれがその子供を育てる人もいれば何か世の中を変える人もいるし、それをちゃんと生きてる間にいろんなトライアンドエラーの中で俺はこれの役割のために生まれてきたんだと。で彼らの存在っていうのが一人でもいれば世の中っていうのは結構ずれたりするんでイーロン・マスク一人でそうなんですよね。異常者が出たからね宇宙産業できたんですよね。民間の宇宙産業も、彼らが死んだ後もその思想に影響を受けて、Google の創業者もイーロン・マスクも実はテスラの影響を受けたからテスラって社名にしたりとか、Google の創業者はテスラがかわいそうだと。いやテスラってのはめちゃくちゃ天才なのにエジソンにボコボコにされて一銭も儲からずに一人で寂しく死ぬっていうのが悲しすぎるということでちゃんと商業的に成功しなきゃいけないってことで Google をやって成功させたっていうのがあってですね、で受け継いでるんですね。次の時代次のその未来の人たちに対しても影響を及ぼしてるっていう意味では彼らまだ生きてるんじゃないかなという気がしますけどね。いや今日めちゃくちゃ面白いし、またね機会があったら話したいんですけどぜひぜひ。いやありがとうございます。みんな佐藤さんやべえ面白い人やってねめちゃくちゃなると思うんですよ。喋れない話がちょっと多いんじゃないかなまあ喋れないのがそうか多かったのでもちろんカットしますよ、安心してください。の名前とか出るとねバンされるまた今 P 入れちゃったから了解してもらいました。やめた方がいいんじゃないかなと思ってます。いやありがとうございます。ありがとうございます。また何かあったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやみんなそんな感じでした。ありがとうございます。失礼します失礼しますね